皆さんこんにちは、とこママ情報局です。今日は横浜市中区の三渓園というところにやってまいりました。ここは広々とした園内に季節の花々、そしてね、古い重要文化財の建造物があったりと、横浜有数の観光庭園なんですね。で、私も以前何度かね、紅葉の季節とか来たことがあるんですけれども、その時はどちらかというと園内の雰囲気を主に楽しむという感じだったんですね。でもですね、せっかくですので今日はその三渓園にある重要文化財の古い建物の歴史などもしっかりと学びながらご紹介できればと思います。またね、今ちょうど梅がね、見頃で綺麗に咲いておりますので、梅のお花見もね楽しみたいと思います。入園料金はご覧の通り、年間パスポートもあるんですね。チケットを買っていざ入場。はい、こちらが三渓園の入り口になります。それではね、チケットを買いましたので入場していきたいと思います。今回は三渓園のスタッフの方の全面的なご協力のもと撮影させていただきます。ありがとうございます。こちらのね、でチケットをお見せするんで、私先ほどもチケットをお見せしたので、ちょっとこのまま入場していきますね。三渓園は製紙生糸貿易で財を成した実業家原三渓氏が明治39年に開園した敷地面積18万平方メートルの広大な日本庭園。東京ドーム4個分の広大な敷地には、京都や鎌倉などから集められた歴史的建造物が自然豊かな園内に巧みに配置され、重要文化財に指定されているものも多く、とても見応えがあります。徳川家や豊臣秀吉ゆかりのものもあり、歴史のロマンを楽しめますね。でね、遠くに三重塔も見えていますけれども、今日はですね、あちらの三重塔の方までね、ぐるーっと回りながら行ってみたいと思いますので、これからね、じゃあ店内の方をいろいろ見ながら散策を楽しみたいと思います。まずは園内マップを参考に三渓園の歩き方をイメージ。池に沿って左回りで進んでいきます。でもどこをどう見て回ったらよいのかわからないという方も多いんですよね。そんな方のために強い味方がいるんです。で、実はですね、三渓園を無料で案内してくれるというガイドさんがねいらっしゃるんですよね。こちらの皆さんです。こんにちは。三渓園のガイド、ボランティアでやってらっしゃるんですか？そうなんですね。この水色の帽子が目印でしょうか。で、三渓園ボランティアのこのバッジがありますね。いかがですか？三渓ってどんなところですか？いつ来ても失敗はありません。やっぱり綺麗ですね、お庭がね。感動の連続ですよ。感動しますね。で、花々もねすごく綺麗で、庭も綺麗でしょ。歴史方がね、そうですね。その歴史のある建物がね、皆さんに説明してると感動するの。横浜市民も知らなかったって人多いんですよ。そうかもしれないですね。こういったさーっと見て回るだけではわからない建物のね歴史とか、ぜひねガイドさんお願いしていろいろと教えていただくっていうのもいいと思います。ぜひ来てください。ありがとうございます。他にもボランティアのメンバーはいらっしゃるようです。一緒に回っていろいろ教えていただけるのはありがたいですよね。さて、まず最初にこちらの建物、鶴祥閣という建物なんですけれども、見てください。かやぶき屋根のとっても素敵な日本家屋ですよね。原三渓氏が自らの住まいとして建てたもので、
横山大観や前田青村といった日本画家たちが滞在し、絵を制作するなど日本の近代文化の発展にも関わった文化サロンとしての役割も果たした場所です。横浜市の指定有形文化財ですが、結婚式や会議など有料で使用することができる施設なんです。三渓園はウェディングフォトの撮影場所としても大変人気で、この日も一組のカップルが撮影されていました。なお、こうした撮影は有料で申請が必要です。こちらは御門と呼ばれる門で、京都平安神宮近くの寺院西宝寺にあったものを移築してきたもの。門をくぐると江戸時代にタイムスリップしたかのような風景が広がります。そしてたどり着いたのがこちら、臨春閣。江戸時代の初め頃、和歌山県に建てられた紀州徳川家の別荘岩出御殿と考えられた建物。その後大阪に移されていたものを明治39年に原三渓氏が譲り受け、11年をかけて念入りに配置を吟味し、大正6年に移築が完了しました。数寄屋風書院造りの意匠を各所に見ることができ、東の桂離宮とも称されています。こちらのお部屋の中の障壁が狩野派の作品になっているんですね。ただここで見られるものは複写になっているもので、実物は三渓園の記念館に収蔵されています。ただね、その本物もめったにねお目にかかることができないんですよね。その記念館での展示というのも、1年に1回ほどあるかないかというね、また展示される作品についても、その季節によって違うものだったりするようですので、その季節にどんな狩野派の作品が見られるかっていうのはもうその時々によるみたいなんですよね。いやすごいですね。こちらではねその複写の障壁画を拝見することができます。ちょっとね撮影は、できないんですけれどもね、この場でねその江戸時代の狩野派の作品の雰囲気というものをね感じることができます。いや本当にね園内雰囲気がいいですね。着物がねとっても似合う庭園ではあるんですけれども、実際はですね割と上りがあったり下りがあったりで歩く距離も結構ありますので、私結構もうね着物と草履でいろんなところ歩くの慣れているので大丈夫なんですけども、日頃歩き慣れない方とかね、あと体力自信のない方はやっぱり動きやすい、服装とか歩きやすい靴でいらっしゃった方がいいかもしれないですね。いやーそれにしても本当に気持ちいいです。ここからいよいよ展望台、そして三重塔へと上がっていきます。三重塔へは結構な上り坂を登っていきます。この道です。いやもう本当山に登るって感じですね。もうこんなに登ってきました。最後結構な階段がありますよ。すごい。よいしょ。登ってきました。最後の階段
きつかった。でも階段最後じゃなかったです。まだあります。よいしょ。頑張って登ってみる。よいしょ。現在は展望台となっている小風閣からは港が一望のこの景色。海風が気持ちいい。そしてわかりますか？富士山も見えるんですよ。この日は春霞がかかっていましたが、うっすらとそのお姿を拝むことができました。こっちが三重の塔に行く道ですね。三重の塔見えてきましたよ。すごい。やっぱり近くで見ると結構大きいですね。こちらの三重の塔はですね、京都の、木津川にある東明寺から移されてきたものでして、室町時代の、三重の塔ということで重要文化財に指定されています。この園の中ではね、一番古い建物になります。もうまさにね、三景園のシンボル的な存在ですよね。関東地方では最古の重要文化財の塔。こちらには大正時代に移されたということですが、なかなか大変だったのではないでしょうか。さあ、それでは丘を降りて梅のお花見が楽しめるスポットへ。ここがですね、梅の木がたくさん植わっていてとっても綺麗ですね。梅の道になっています。すごい。水仙も咲いています。いいですね。梅って桜のように華々しくなくて満開という感じには見えないのですが、絶妙にうねった枝とそこに咲くポコポコとした花が何とも趣がありますよね。甘い香りも漂っています。そして同じように梅を撮影していた方が良いアングルを教えてくださいました。梅の木の向こうに三重の塔。画面ではちょっと伝わりにくいですかね。私がもう少し撮影が上手だったらよかったのですが、実際の光景は本当に素晴らしかったです。こちらはその三重の塔と同じく京都の旧東明寺にあった室町時代に建てられた御本堂。いろいろと神社仏閣を巡っていますが、室町時代の建物がそのまま残っているというのはなかなかないです。もちろん重要文化財に指定されています。園内をぐるっと回りまして池のところまで降りてきました。でね、この池の周りもね、梅が本当に綺麗なんですよね。白にピンク、本当に今ちょうど見頃を迎えています。すごい。そして今回ね、初めて三景園に天満宮が祀られているということを知りました。ここにあったんですね。知らなかった。
ああ、天満宮と書かれています。わあ。江戸時代、三溪園の近くに京都北野天満宮より誕生し祀られていた魔門天神。昭和51年に三溪園に移されました。小さな御社殿ですが、江戸時代から大切にされ守られてきた天満宮。歴史を感じながら参拝させていただきました。毎年初天神とされる1月25日には祭祀が行われ、合格祈願の鉛筆が配られるとのことです。ただ御社殿が置かれているのではなく、しっかりと天満宮として鎮座しているのですね。さあ、園内を散策しているとちょっと一休みしたくなりますよね。三溪園には3軒のお食事処茶屋があり、日本庭園の眺めを楽しみながら甘味やお食事を楽しむことができます。この日は池に面した三溪園茶寮で一休み。お汁粉やあんみつ、団子などの甘味のほかに、うどんやそば、おでんなどもあってメニューが豊富。季節限定の春恋団子、これはいただかないわけにはいきませんね。春恋団子とずんだのお団子、そしてお抹茶。色合いも春らしくて美味しそう。茶屋の目の前、池を眺められるお席でいただきます。まずはやっぱり春恋団子から。とっても柔らかいお団子にいちご、うぐいす、桜、梅とそれぞれ違うお味の白あん。すごく滑らかで優しい甘さ。ほんのり春の香りがするとても美味しいお団子でした。次は大好きなずんだのお団子。たっぷりと乗っていて嬉しい。ずんだの粒感がまた良い食感。手作りの味わいでとても美味しいです。何よりこの景色を眺めながら美味しいお抹茶と和菓子をいただけるなんて、なんと贅沢。三溪園はこのように園内でも美味しい季節の味を楽しむことができます。はい、三溪園いかがでしたでしょうか。いやもうね、今日はね、暖かくてポカポカ陽気でとっても気持ちよく園内を回ることができました。そしてね、今まで知らなかった三溪園の古い建物のこともね、学ぶことができて、より一層ね、三溪園の魅力を感じながら楽しむことができました。でね、ちょうどね、今梅がもう見頃で本当にね、綺麗でしたね。いやもう梅のお花見も楽しむことができて、でね、天満宮様にもね、お参りすることができて、もうね、最高でしたね。で、梅はね、もうこの動画が配信される頃には終わりを迎えていると思うんですが、園内にはつぼみが膨らんだ桜の木もたくさんありましたので、まもなく桜のお花見シーズンを迎えます。またね、桜満開になったらもう全然違った三溪園の景色をね、見られると思いますので、その頃にね、またお花見を楽しみに来たいと思います。このように紅葉も見事な三溪園。歴史と四季折々の景色を楽しめる本当に素敵な場所でした。お伝えした内容は時期によって異なる場合がございます。最新の情報はホームページなどでご確認くださいね。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いいたします。